じゃあ、アンゴラです。日本の上場企業、売れるネット広告者グループがアンゴラを刑事告訴することを発表しました。今まで私は詐欺業者とその弁護士から数々の脅しと嫌がらせを受けてきましたが、上場企業から訴えられるのは初めてです。そこでこの動画では経緯の説明と犯罪の内容を検証します。事の始まりは先日公開したホリエモンの2億円イーサリアム復旧はやらせか検証してみたという動画です。この動画、売れるネット広告者グループが提供するビットコインセイバーが堀江貴文氏のアクセス不能となった暗号資産を復旧するという偉業を成し遂げて IR で発表したものの、この偉業にはいくつもの不気味な点が存在するため、その不気味な点をもとにやらせの可能性を検証する動画です。検証結果、復旧が虚偽である可能性は低く、復旧自体は十分に可能です。ただし、やらせかどうかを結論付けるには、復旧アドレスやハッキング世界一など、さらなる客観的な証拠が必要だと結論付けました。画面に表示しているのは動画の発言そのままです。この動画に対して、売れるネット広告者グループの創業者、加藤浩一レオ氏からこれが届きました。今夜23時59分までに誹謗中傷の動画を消してください。じゃないと開示請求と刑事告訴の準備に入ります。他の上場企業と違い、当社は必ず行動します。嘘だと思うなら試してみてください。下記をお読みください。完全保存版。匿名誹謗中傷クズを公開処刑し、社会的に葬り去る抹殺マニュアル。虚偽誹謗中傷クソ動画の削除です。アンゴローの返信。この度はご連絡ありがとうございます。当該動画につきましては、公開情報及び一般に入手可能な資料をもとに事実関係を整理し、視聴者に対して検証内容を提供する目的で制作したものです。特定の企業や個人を誹謗中傷する意図は一切ございません。ご指摘の点につきまして、事実と異なる箇所や問題があるとお考えの部分について具体的にご教授いただけますでしょうか。お送りいただいた内容を精査し、事実関係を確認した上で必要に応じて迅速かつ適切に対応させていただきます。加藤氏、新たに具体的に教示なんかしません。裁判所が開示する判断をしたら、当社は必ずマニュアル通りに進めるだけです。あと30分、削除の猶予を上げます。判断はお任せします。アンゴロ。本件につきましては、いただいた内容を踏まえ、引き続き事実関係及び表現の適切性について慎重に確認しております。現時点で具体的なご指摘内容を頂戴していないため、どの部分に問題があるのかの特定が困難な状況ではありますが、引き続き内容の精査を行い、必要に応じて適切に対応いたします。加藤氏。タイムアウトです。弁護士に正式に依頼しました。まあ、開示されるまで3から6ヶ月程度はかかるので、それまで残りの匿名人生を楽しんでください。では。そして翌日、加藤氏はこれを発表しました。各位、アンゴロは嘘ばかりの誹謗中傷虚偽匿名 YouTuber。つまり、売れるネット広告者グループがアンゴロを刑事告訴する理由は、虚偽、誹謗中傷のクソ動画だからです。誹謗中傷は、根拠のない嘘や悪口で他人の名誉や社会的評価を傷つける行為のことです。私は虚偽や誹謗中傷にあたる部分があるならそれをカットするため、事実と異なる箇所や問題がある部分について具体的に教示していただくようお願いしましたが、加藤氏は教示を拒否し、説明は得られないまま期限を迎えました。これは動画の流れです。丸1は、イーサリアムのクラウドセールで起きた不具合の説明なので、特に問題ないと思います。
丸2の復旧を証明するオンチェーンデータが公開されていないは事実です。なお、動画公開後に堀江貴文氏本人から復旧アドレスが公開されました。丸3は2017年のハッキング技術世界大会1位の技術者がいると IR で発表されているものの、ハッキング世界一の経歴の根拠がどこを探しても見つからない話です。丸4の会社業績は事実です。丸5は加藤氏がサトシ・ナカモトのビットコインも復旧可能だけど、ホワイトハッカーだからしないと説明したのは事実です。丸6のスマホで暗号を解読するアプリと連携しているについては、クリプトダイバーというアクセス不能のビットコインをみんなのスマホで解錠して分配するアプリ、これと連携しているのは事実です。コアウォレットのパスワードをスマホの演算能力で解読できる可能性は極めて低いのも事実。課金すればスマホ不要でサーバー側で24時間解析してくれるのと、4万円から1000万円までの代理店プランでは、友達を紹介すると友達の課金金額の一部を報酬としてもらえる仕組みで、これも事実です。すべて一般公開されている資料をもとに説明しました。以上のように、どこが虚偽なのか、根拠のない嘘なのかは確認できませんでした。この件について堀江氏がコメントを発表しました。ちゃんと調べて訴訟対応された方がいいと思います。私のイーサが動かせたのは本当です。確かにレオさんの言い方がちょっとあれだったのはありますが、あなたのせいで私までインチキ扱いされるのはマジで侵害で削除してほしいです。堀江氏は誤解をしているので、私は動画の結論が復旧が虚偽である可能性は低く、復旧自体は十分に可能であることをリプライしておきました。動画を見てくれとは一言も言っていません。堀江氏の返信。お前のクソ動画なんか見る暇ねえよ。サムネでインチキに合わせて煽ってるじゃねえかよ。そうやって人を利用するな。堀江門剣。お前に動画見ろなんて頼んでねえよ。自意識過剰なんだよ。サムネだけで中身も見てねえのにガタガタ抜かすなクソが。有名人が公共のネタにされてうだうだ言うな。ダセえな。お前の下僕イエスマンどもがな、早苗東君とか言いながら、高市首相側とコミュニケーションをとっている。サトシのビットコインも復旧可能。秘密鍵全部突破できると勘違いするような風説の宣伝で、情報弱者が騙されたり、炎上商法でざわついたり、暗号資産業界の治安が悪くなって困ってんだよ。知らねえ。もらい事故？援護射撃撃ってんじゃねえよ。このクソ裸の王様が。堀江門剣オフ。今回の件について多くの方から応援メッセージをいただきました。大きな力になってます。本当にありがとうございます。暗号資産が詐欺の温床とならず健全に発展できるよう今後も中立的な分析、情報発信を続けていく所存です。そのために最後まで全力で戦います。応援よろしくお願いします。この動画を見て応援してくれる方はグッドボタンお願いします。暗号資産で爆撃する方はぜひチャンネル登録をしてください。X では暗号資産の速攻をしているのでご利用ください。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。